はい、どうも、アニモです。今日はですね、ご近所のマダムがね、以前編んでたシェーヌの YouTube のやつを見て、で、あんな感じのやつでもうちょっと大きめのやつが欲しいねんって言ってね、もう先にビールくださったので、頑張って編んでいきたいと思います。ダイソーさんのバッグの底板、この40個穴のある楕円のこの底をね、使っていきたいと思います。バーコードここ、はい。で、これがもしない人は、底の作り方、しっかりした底の作り方を昔やった時があるので、それね、説明欄にリンク貼っときます。で、あとは、そうやね、普通に何か、楕円でも四角でもええけど、編むっていう人やったら、偶数目。目数が偶数目にしてくれたら、バッグ作っていけます。なので、そこはね、好きなの用意してください。で、あとですね、今回この糸使っていくんですけど、これ、セリアさんのシェーヌです。よっ。で、去年と全く色一緒で、表記だけ変わってました。22年度版にね、変わってました。で、ベージュが1番、このグレーっぽいのが2番のカラーになってます。そこをまずグレーで編んできて、半分ぐらいいったらベージュであと半分ぐらい編むっていうバッグになります。で、今回ね、3本取りでやっていきます。3本取りで、ちょっとあんまりね、多分、マダムやから中結構物入れるやろうから、しっかりさせるために3本取りで、使うかぎ針は6号針の 3.5 ミリを使っていこうと思います。で、あとはですね、閉じ針とハサミのセット。それから分からなくなる人はダーメリングを用意してください。じゃあまず、底とこのグレーを3本取りで編んでいきます。はい、じゃあまずカラーナンバー2番の分を3本取りで編んでいきます。とりあえず3本取りにするから6玉買ってるんですけど、どれぐらい使うかね、全部は使わないで編んでいこうと思います。で、あと簡単にしたいから、とりあえずすべての目に細編みを2個ずつ編んで底を作ります。で、一番、サイドに、立ち上がりを作りたいので、ここ、まず1つ編みます。で、後のやつにずーっと2回ずつ編んできて、戻ってきて同じ目にもう1回編みます。だから最初と最後のやつで1つずつでね、ここにも2目入る形になります。で、立ち上がりが斜めにならないように、今回は往復編みで編んでいきます。はい。で、このね、底もね、一応裏表があるんですよ。で、このね、もうなんていうの、角がパキッとなってるとこね、これをアニモは裏やと見てます。で、この丸みがある方を表やと思ってるんですけど、これがバッグの底に、こっち側が綺麗な方が見えるようにします。で、バッグの中を見てもな、中を見てもな、言って。ね、底がそんなに見えることはないので、これをね、バッグの内側にするので、まずこっち。綺麗な方のこのサイドのセンター。ここにかぎ針を入れます。で、糸をね、この上でちょっと押さえと間に手に糸をかけて、こっちで押さえときます。そしたらまず、かぎ針に糸をかけて、この中を通って出てきます。はい。で、この時しっかりサイドまでね、しっかりこの糸をサイドまでグッと出してください。こことつらい位置になるぐらいですね。はい。これができたら、糸をかけて、この、今、ここのね、中を通り抜けます。これが鎖1の立ち上がりとします。で、これ、細編みじゃないからね。今から細編みばっかり編みます。まず、1目目をここ、同じところに編みます。かぎ針を入れて、糸をかけて、出していきます。ならまたサイドまでグッ。はい。そしたら、糸をかけて、この2本の中を通り抜ける。これがね、1つ目の細編みになります。で、戻ってきて分からへんねんっていう人は、針にかかってるこの次のここの2本ですね。このこう包んでる感じのこの2本。これが1つ目の細編みの頭なので、ここにリングをぐっすりと刺しといてください。戻ってきたらここを取ります。今ここに1つ編めて、戻ってきたらまた同じところにここに1つ入れます。じゃあ次からは2つずつ編みます。かぎ針入れる、糸かけて、よいしょ、糸かけて、出してくる。出してきたら側面までしっかりとぐっと張り出す。で、糸をかけて2本の中を通り抜けます。はい。これで1つ編めた。じゃあもう1ついきます。同じとこに入れて、糸かけて出してきて、かけて2本の中を通り抜ける。はい。これを繰り返していきます。で、この糸端ちゃん今ね、編みくるめてるんですけど、勝手に。裏側で編みくるんでいきたいと思います。ですか？まずかぎ針を入れて、裏側で針の上にこうね、糸端ちゃんが来てるようにして、で、ここで、よいしょ。かけて出してきて、かけて2本の中を通ります。また同じところに入れたら、糸端ちゃんは必ず針の上。こんな感じでね、ずーっと2個ずつ編んでいきます。これで今ね、2回編めました。もう一回だけ言っときます。次のところ。
次のとこに入れたら糸端上に来てます。かけて出してきて伸ばす。かけて2本の中を通り抜ける。もう一回同じ目に入れて、かけて出してきて、伸ばして、かけて2本の中を抜く。はい。こんな感じで、まずね、底を包んでいきたいと思います。じゃあ全部の目に2個ずつ細編みをずーっと編んできて、またね、この最後のところからまた一緒にやりたいと思います。はい。そしたら今ぐるーっとね、編んできてます。で、穴がちょうどね、40個あって、2目ずつ入れてきたんですけど、全部で80目になる予定が、今ここで77。で、次のとこで78、79。で、最初のとこに入れて80になります。はい、いきますよ。なら、ここに入れて、かけて出してきて、側面まで行ってからね、2本の中抜く。はい。そしたら、ここにももう一回同じところに細編みをします。それができたらね、最初のところね、ここにもう一つ入れなあかんから、ここに入れて、糸かけて、ちょっと右斜め上に出してきたらいいですね。で、かけて、この2本の中を取り抜ける。はい。これで全部でね、80回の細編みができたことになります。そしたら最初のこのリングのところと同じところに針を入れます。はい。じゃあもうちょっとリング邪魔やから取っちゃいますよ。いつ取ってもいいけどね。はい。そしたら、ここに引き抜き編みをします。まず針に糸をかけて、この中を通り抜けます。で、針にかかってるこの中も通り抜ける。で、これ前段なんですけど、引き抜いた後、この目を引き締めたいんです。前段ね、やります。ここ、引き締めるために、針の上の糸を押さえて、押さえた状態で針ごと右に、この目を見といてくださいよ。右にぐーっとやったら、引き締まりましたね。ちっちゃなりましたね。はい。これで OK。これ前段やってください。そしたら綺麗です。糸を戻して、で、鎖編み一つで立ち上がります。かけて抜くだけ。で、この横の立ち上がりをまっすぐにしたいから、今回は、往復編みで編んでいきます。まずね、一段編むごとにくるくるひっくり返します。左にパタ。はい。それができたら一つ目見やすいです。今ここから出てきてる糸ね。ここからまっすぐ出てきてる、その隣の穴。これが一つ目です。で、普通やったらこの一つ目の穴に入れたら、頭2本。これね、3本取りやけど、1本1本と呼んでますよ。頭2本に入るんやけど、頭2本じゃなくって、手前の半目。この手前の半目だけに編んでいきます。糸かけて、また細編みです。かけて出してきて、かけて2本の中を通る。で、わからなくなる人は、この最初のところにね、よいしょ、リングしといてください。ここですね。針にかかってるやつの下の2本。ここね。はい。で、もう多分次ぐらいから編みもしないんで、自主的にね、一目編んだ時に必ずリングしてください。はい。なら、全部の目にね、手前半目を取りながら細編みをしていきます。この2本じゃなくって、この、よいしょ、手前の半目だけに、細編み。次も、頭2本じゃなくって、手前の半目。わかりますか？こんな感じになります。これをね、80目、全部の目に1目に1つずつ、頭2本じゃなくって、手前の半目。よいしょ。こんな感じ。でも、わざわざ2本のとこにぐーっと入れて、戻さんくても、こっちの指とかでね、こう、ふわっと押さえといたら、針入れた時に、針とこの指で挟む感じ。いや、まあこれでも独特やもんね。兄も独特やから、好きなようにやりやすいようにやってもらったら大丈夫です。こうね、まあええか。まあやりやすいようにほんなら、手前半目を取りながら、80回ね、頑張ってぐるーっと細編みを編んできてください。じゃあまたずーっと編んできて、残り2目残ってます。で、ここの見方なんですけど、この1目目の手前に、ちょぴっとあって、滑り台みたいにスコッと下がってますね。ひらがなのへの字みたいな感じ。キュッキュッと曲がってる。ここの横にある、これは最後の目です。これとこれを残した手前の目まで編みます。だから1個、2個あるのでね、あと2個編みます。手前だけの半目に細編み。はい。じゃあ最後ね、このへの字の隣のこのちょびね、ここも、よいしょ、ここは刺してみるね。頭2本あるから、頭2本やなくて、この手前の半目。ね。ここに最後編みます。これ前段ね、こんな感じに見えます。あ、への字がおるな。この手前まで編まなあかんなっていうのわかると思います。とりあえずね、続きやっていきます。またリングのところ、最初の目ね、ここに針入れて引き抜き編みをします。
かけて、引き抜いて、引き抜いたら、上を押さえて右にグーやったね。はい、できました。でまた往復編みやから、まずは鎖編み1つで立ち上がる。はい。よいしょ。ちょっと待ってよ。よいしょ。はい。で、左側にパタ。はい。そしたら行きます。よいしょ。まず、ここじゃなくて、この次。ここから出てるね。この次って言ったらここなんです。この横線がある、この隣の穴。ここが1目目です。で、まず、1つ目は、ここなんですけど、これの右下。この穴。ここの穴。いいですか？この1目目の右下、ちょっと右下のこの穴。ここに入れて、大きい細編みをします。入れて、糸かけて出してきて、スッとしっかり伸ばします。この今の塊を包み込むような感じ。で、かけて、細編みですね。はい。そしたら次の目。次のこの横線があるここに入れたら頭2本やけど、今回は手前半目を取ります。手前の半目。で、ここで細編み。リングしてなかったけど、一つしたらせなあかん。今ね、大きい細編みとちっちゃい細編みをしたから、根元から1、2個目。わからん人はここにリングしといてください。最初の目をね、最初の大きい細編みを編んだ時にリングをするのを、初心者さんはね、忘れないようにやってください。何もはすぐに忘れるので、はい、自主的にね、やってください。で、毎段、必ずこの大きい細編み、手前半目、大きい細編み、手前半目。これをずーっと続けていきます。ですか？今編んだところはこの糸を辿ってきたら、ここ引っかかってる。これが足。さっき編んだところの足。ということは、ここに編んだから、この次の頭、ここやね。ほんまやったらこの頭2本を取るんですけど、この頭2本じゃなくて、ちょっと右下におるこの穴。ここです。ここに入れて、大きく包みます。しっかり伸ばして、かけて、2本の中を取り抜ける。じゃあ次の目はここの手前の半目です。手前の半目だけ。ね。ここに細編み。じゃあ次、大きい細編みやから、次の目の右下の大きい穴。ここに、大きい細編み。じゃあ次、小さい細編みね。小さい細編みは手前半目だけに編む。それができたら次、大きい細編みをします。次の目の右下。右下って言ってもほんのりの右下やからね。真下じゃなくてほんのり右下やねって感じのところ。手前半目。から次のところの、ね、わかるかな？ここ編んだでしょ？ここの、こういうところやってちょっとカーブやから、ちょっと斜め下。ほんまにもう真下かなぐらいの斜め下になってます。ここの穴です。ね。わかりにくかったら、いやでもここを見てくるよりはそうやってちゃんと、下って見てきた方がいいと思います。次、大きい細編みを編むのは、今編んだとこの次の上なんですけど、わかりますかね？この大きい足が入った、次の次に大きい足が入る、次の次に大きい足が入るっていう交互になってくるんです。模様がこんな感じで出てきます。ね。これを頑張って、ぐるーっと一周来てください。それが終わったらね、毎段同じことするだけやから、ちょっと頑張って一段行ってきてください。はい、じゃあずーっとね、編んできました。で、今、よいしょ、小さい細編みしたとこで、あとね、2つ残ってます。このリングしてるところのね、足、これ1目目の大きい細編みの足がこれになってます。これのほんのり右上におるのが頭です。この頭の手前にこう、への字みたいにね、こう、滑り台みたいな形があります。この手前、これも目です。で、大きい細編みをして、小さい手前半目を取る。これをね、毎回一緒です。大きい細編みから始まって、最後手前半目で終わるっていうのは同じ、ずーっと同じ編み方です。次のところね、次のところの右下のところに、大きい細編みを編みます。はい。じゃあ次、最後ね、この滑り台の横のこの子。この頭2本じゃなくって、手前側の半目だけ。ここですね。ここに細編み。はい。これができたらリングと同じところに針を入れて。ね。ほんで、やることわかりますね。引き抜いてグーですよ。かけて抜いて抜いて、上を押さえてグー。はい。戻して、鎖一つで立ち上がる。で、生地を左に回す。パタ。はい。これをね、ずーっと続けていくんですけど、今からちょっと見やすくなるかな。よいしょ。まず、今ここの次のとこ、ここですね。ここ。これのほんのり右下。ここに線がありますね。この横のこの線、わかりますか？
この子。この子の真上です。これ前段これから一緒です。一目目のほんのり右下のこの線の真上。この線を残した状態で細編みをします。線の真上に針入れて、大きい細編みします。で、わからなくなる人はここにリングですね。よいしょ。一応しとこうか。今日は忘れてないな。よいしょ。一回ほんのり忘れたけどね。はい。そしたら、次は、この大きい細編みやったところの足ありますね。V の字。これの間に入れたら頭が取れるんですけど、そのうちの手前の半目。ずっと一緒です。大きい細編み、手前の半目。大きい細編み、手前の半目です。次の目の下見たらここによく見える横のやつがいますね。これの真上。穴がよく見てあるんですけどね。この穴。ここに入れて、かけて出してきて、大きい細編み。大きいってこう、しっかり包むから足長めに出てね、こんな感じになるから、大きい細編み。次、ちっちゃくするために手前半目。これは、足の間にある目の手前の半目。これに細編み。次、線の上、大きい細編み。大きい細編みの時はスーッと伸ばすから大きい細編み。次、ちっちゃく細編みしたいから手前の1本だけにちっちゃく細編みする。力加減はずっと一緒ですよ。はい。これで伸ばす分だけ伸ばして、かけて抜く。次は伸ばしません。普通にかけて出してきたらかけて2本の中を取り抜ける。こんな感じで足が大きい。ね。で、ちっちゃい。大きい。ちっちゃいになってます。こうやっていくことによって模様が出てくるので、頑張ってこれをね、ひたすらやってくるんです。で、このね、ここに線がずーっと出てますね。ここが丸っこいところ。この裏側見たらここパキッとしてるの分かりますね。こっちがバッグの内側になるように、ここに線を入れて、後でポキッと曲がりやすいように、でもあんまり言うほど曲がれへんねんけど、曲がりやすいようにこうしてるから、もし編んできて、どっちもいたら分からへんって言ったって、後でね、高さが出てきて、編めばっていうか、なんちゅうの、高さが出てきてこう折り込めば、ちゃんとね、角度がまっすぐになるから、これを底にします。こっち側を。で、こっち側をバッグの内側。それはもう何段か編んできてからやってもらったらいいです。ひっくり返したりね。このままいけるんやったらこのままいってください。だから、ずーっと編んできたら、外側を見ながら編んでいくとか、内側を見ながら編んでいくとか、往復編みやからそうなります。ほんで、それをどんどん好きなだけ、欲しいバッグの高さの半分ぐらい、半分か半分、ちょっと弱でもいいけど、まあ半分ぐらいまでいこうかな。まで、編んでいきたいと思います。で、ご近所マダムはね、縦長バッグがいいって言うから、まあ割としっかりめに高さ編んでこようかなと思います。で、内側周りやろうが、外側周りやろうが、どっちでもいいです、終わるところ。なんせもう一色終わったらもうそこで糸始末して、で、新しい糸つけます。往復編みやからね、ちょっと柄おかしくなるから、そんな感じでやっていこうと思います。ほんなら、頑張って、大きいちっちゃい、大きいちっちゃい。ほんで、ずーっと戻ってきてわかりますわね。戻って、今こう糸がこう来て、戻ってきて、リングの手前の、リングがこの大きい足の上の頭ですね。で、このリングの手前のこの滑り台みたいなカクッとなってるやつの手前。ここの手前半面を編むのが最後。で、次の段って言ったらまた今と同じようになるから、線の上の大きいところ、大きい細編み。で、手前半面のちっちゃい細編みの繰り返し。もうね、頑張って。途中で糸も多分3本取りしてるから、順番にこう糸なくなると思います。で、そのたんびにもアニマはくくって、これでくくった糸端、編みくるみながらね、ずっとやってこようと思います。3本一気に揃えよう思ったら切らなあかんかもったいないからね、そんな感じでやっていきたいと思います。ほんなら、一玉半分ぐらい一旦編んでいきたいと思います。頑張って編んできてください。はい、じゃあずーっと高さ編んできました。そこの方もね、この形めっちゃいい感じに仕上がってます。模様もこんな感じで可愛くなってますね。はい。そしたら、そろそろ色を変えていこうと思うんですけど、まず、この辺のほら、ライン出した細編みや、その後は心配せんと、この大きいとこから数えましょう。大きいとこから数えて、1、2、3、4でずーっと数えてきたら、22段編んできてます。で、今、内側を見ながらこう編んできたところです。一番最後の一目残してます。で、この状態で一旦ちょっとね、高さやら測ってみましょう。よいしょ。高さは、だいたい12センチですね。12センチの高さになってます。いい感じ。こうちょっと12センチ弱になるかなぐらいになってます。で、横幅は、こうペタッとね、平置きサイズで見てみたら、24センチ。
そやから、ぐるりで考えたら48センチ。まあまあしっかりしたね、ペットボトル3本ぐらい、500のやつね。2リッターは無理よ。500のやつ3本ぐらい入るんちゃうっていうぐらいの大きさになってます。入らんかな？入るかな？日本は確実に入る感じ。はい。ほんなら、ここで色変えていきたいんですけど、説明しとったみたいにね、もうここで一旦最後を編んだら、切って糸始末しちゃいます。だからここ今、大きい細編みしたとこで最後。このへの字の隣ね。これが最後の子。この最後のこの、よいしょ、手前の半目だけね。見えるかな？この2本じゃなくって、この手前の半目だけね。ここだけ上手に取って、ここで細編み。そしたらもう最初のとこに普通にね、引き抜きだけします。最初のところの頭に引き抜き。で、この時もね、しっかり引き締めて、で、糸始末できるだけの糸を残して切っちゃいます。はい。そしたらこれでね、グレーは終わりです。今からベージュを同じように22段いくか、まあ、18段ぐらいから持ち手つけるか。マダムがちょっとね、縦長バッグがいいって言うとったから、まあ、このまま倍来たら縦長になるかなと思うから、まあ何段かちょっとやっていきたいと思います。ほな今ね、内側見ながらこう来た。外側見ながら来た人は今度内向けてくださいよ。ほんまやったらこう内側を見ながら来たから、次やったらこなしてひっくり返してから、一目目ね、今引き抜いたところがここ。で、一目目はこの隣のこの線の上ですね。この大きい細編みの足の手前のここですね。ここに入れる。ね。で、ここで新しい糸を持ってきます。よいしょ。これもね、新しいこれ、からの番の前やったら1番かな。1番の方を3本取りでやってますよ。はい。よいしょ。で、ここでかけて出してきます。で、ここでしっかり伸ばしたら鎖編み一つして。でね、細編みまだ入れてないから、同じところに入れて、で、この子たちね、今から編みくるみながらやっていきます。そしたら糸始末楽やからね。かけて出してきて、スッと伸ばしたら、かけて2本の中を抜く。リングつける人はね、今です。今ここにリングつけてください。はい、次は大きい細編みの足のところやから、この上の目の、見えへんがな。よいしょ。よいしょ。このね、2本じゃなくって、この手前の半目ですね。で、ここで、糸端ちゃんたちは裏側で針の上。はい。で、ここで、普通に編んだら、次、大きい細編み、線の上行って、またこの子たちね、裏側で針の上。こうやったら見た目も綺麗になります。よいしょ。こんな感じ。でも、あとまた一緒です。ぐるーっと回ってきて、最後この大きい細編みの上でね、手前半目を取ったら最初のとこに引き抜く。ちょっとだけこの辺が隙が出るかな、どうかなと思いながら、まあ、一旦ぐるーっと回って、ここ編んだら、ここちょっとまたね、見てもらいます。ほんなら、頑張ってね、同じことなんでぐるーっと編んできてください。はい、じゃあまたぐるーっとね、一周切って、このツートンカラーがやっぱり気に入ったみたいで、めっちゃ可愛いなると思いますよ。はい、ほんなら、今これ、半目取ったところやから、小さい細編みした後は次、この下で大きい細編み。はい。で、次、最後のところね。最後ね、ここへの字分からへんけど、この新しいベージュをつけた手前にここ一目ありますね。この子です。この子に半目を取ります。お。よし。はい。で、一番最初の頭がここ。リングしてなかった人もわかりますかね。この大きい足がある右上。もう最後の目言うたらここしかないもんね。この横棒がある。ここね。はい。ならここに入れて、引き抜き。上を押さえてグー。はい。これでね、ここで色変わったんです。よいしょ。あんまりそんなにこう違和感なく変わったんちゃうかと思いますよ。はい。そしたら、この状態でね、またベージュを好きなだけずんずこ編んできます。22段編むか、まあ、18段目から持ち手つけるかってちょっと悩みながらね、一回ずっと編んでいきたいと思います。また往復編みでね、一段今こう表見ながら編んだから鎖一つで立ち上がったらこう半時計回りにしてから行くんですよ。ここだけね忘れへん限り、最初は必ず大きい細編み、最後はちっちゃい細編みになってます。もうね、ちゃうことばっかりしょんのよ、今もう。このバッグはもう言うて、もうこれももう6回目かな、やり直しよんの。もう何日もかかってやりようねんけど、あれ、自分のスマホポーチが今冬版のまんまやから、アラン模様のポーチね。あれを編み直しよんのよ、また今度今コットン糸で。ほんで、ランドセルで、ベージュみたいなキャメル色
作ったんやけど、あの色を、お前とスマホポーチ用に買ってきとったから、さあ、思ってそれで編みよったんやけどやね。ほんなら、ランドセルで、いや、ちょっともう一個はもう変えて、ランドセルは編み直したから、糸が足りひんねん。また買いに行かなあかんのに、思って、それも糸がある限り編んでみようかな、とか、そんなんを朝やってみたり、ね。ほいで、アニモンキーのむっちゃミニチュアをね、編まなあかんから思って90番の糸で編みようねんけど見えへんからもう途中で掘り投げてみたりね。ほんでまた、せやねん、このバッグせなあかんねん。そやけどそこ気に入らんからほどこう言うてほどいてみたりね。実はね、この底板をね、2つ用意して、ほいで、こっちにずーっと編んでいって、あかんわ言うて、ほんでまた戻りながらこっちのね、板にまた編んでいって、ほんでまあ、ちょっとちゃうな言うたらまたこっちで編み出して言うてね、ずっと糸がこっち行ったりこっち行ったりして、ほんで、やっとこれね、決まったから、これちょっとお蔵入りになりますよ。そやけど、残った糸、これ、よいしょ。この子で、半玉分ぐらい残ってんだよね。最初に3玉丸々使ったでしょ ?3 本取りで丸々使って、次の3玉出してきたやつが、全員半玉分ぐらい残ってるから、これでまたね、ここに新しい糸つけてもう一個、四角でもいいし何でもいいから。ほんで、同じように編んだらそんな高さ出ない。ほんで、ベージュはもうちょっと残るんが少ないんちゃうか思うんですよ。持ち手つけるから。だから、ベージュを下にしてカゴっぽく見せて、上グレーにしたりとかしたら、ちょっとした小物入れもできるし、こんなんもね、糸ステンと、これ、ネズミ色やからネズミ作るとかね、なんかに活用したってください。はい。ほんならね、喋っとったらいつまでも喋るから、このまんままた編み進めていきたいと思います。はい。じゃあまたベージュでずーっと編んできました。で、18段でそっから持ちていこうかと思いよったら、もう19段目で全部ね、糸が終わりそうやったから、もうそこで持ち手になったら多分そこの間にこいつが来んのよ、結び目がね。そやからもうこの段、19段目です、今。19段目でもう全部糸つないで、ほいで次の段で持ち手。次の段から3段で。19、20、21、22。そしたら下も22段やからちょうどになると思います。はい。で、結び方なんですけど、もうアニメはくくって終わるところが違うんです。ここで終わったな思ったら次はここで終わってる。で、そういうところでもくくって、このちょっと長さ置いといてね、この子たち編みくるみながら行ってます。で、一つだけね、今更やけどちょっとくくり方やっとこうかと思いながら、よいしょ。新しい糸と古い糸ね。いつもだいたいアニメはね、旗結びをしてます。どっちがどっち持ってもらってもいいけど、まず左手の糸が上。で、このね、同じぐらいの長さになるように持ってもらいます。よいしょ。このぐらいかな。左が上です。そしたら、このクロスしとるところを押さえといて、右手のこの糸、この左の糸をね、ぐるっと巻きます。ちょっと待ってよ。よいしょ。ぐるっと巻きます。こうやって巻いてきます。そしたら、ここに穴ができたね。この穴に右側のこの糸を入れます。慣れたらすぐできるんですけど。はい。で、お互いの糸端同士をこう持って、で、そしたら右側にある方の糸だけを引っ張ります。これでもう抜けません。両方、ほらほら、どんだけ力引っ張っても外れません。これが結構、便利やから、アニメはいつも旗結びにしてます。まあ、どんなくくり方でもね、くくらんとちゃんと一本ずつやんねんいう人はやってくださいよ。ほんなら、ぐるっと回ってきて、もう次の段から持ち手をつけたいと思います。はい、じゃあこれで19段目のページをね、表見ながらこうぐるっと編んできました。で、最初のところに引き抜いてます。そしたら、今からね、持ち手を考えていきたいと思います。で、この底で見てきたら、ほら、往復編みしてきたから、サイドのところの立ち上がりは必ずここで始まって、今ここで終わってるんです。だから、ここに2目入ったうちの最初1つだけ入れたね。で、どこから、持ち手が欲しいかっていうことなんですけど、ここはセンター、ここもセンター、センター、センター。で、大体自分で欲しいところの持ち手。まあ、ここやな、やったら、ここ。で、ここに編むまでは、まずここで1つ編む。最初の1つ編みますね。で、2、2、2、2って編んできたから、自分で計算して、ここから持ち手つけよう。じゃあ反対側も同じようにここからつけようとか、で、こっち側も反対も一緒ですね。っていうので、一旦ね、自分で計算してもらって、持ち手つけたいところを考えてください。もっと私、横着やでっていう人やったらね、この今引き抜いたとこ、ここをセンターやからセンターにして、こっち側もセンターにして、ほいで、そっから間ここがセンター。ほなセンターの両脇ここ。ほな反対側もここ。みたいなんでダメリングでしても大丈夫です。一旦アニモもね、つけたいところに何目言うて、ダメリングをつけていきたいと思います。はい。じゃあ、これ見たらややこしそうやけど、こことここっからここの内側に持ち手をつけようと思います。
で、最初ここ一目一目で分けてきたでしょ？最初と最後にここに編んだから、最初ここの一つと、ここまでが10目あるので、最初11回細編みを編みます。これね、11回細編み編んで、その後、ここの8、8でセンターに2個入っとうから18目分。18目分のところに持ち手をつけます。で、その後、またこっち側ですね。ここは10目。で、ここセンターに2目入ってる。ここの間が10目。だから、このね、持ち手をつけた隣からここまで22目あります。22回細編みを編む。それから18目分で、持ち手をつけて、最後、ここの10回と最後の1回で11回細編みを編むっていう感じで、持ち手をつけていきたいと思います。ちょっとざっとわかりますかね？で、自分のやつ見て、ざっとね、ここにしようとか言って決めてきてください。今、断面リングをつけてきたんですけど、こんな感じでちゃんとセンターに来てます。はい。ここでね、つけようと思いますよ。はい。そしたらまずね、細編み11回から編んでいきます。でも、持ち手のところをしっかりさせたいので、大きい細編み、ちっちゃい細編みやめて、ただの細編みをやっていきます。はい。ここね。最初に引き抜いたところなので、往復編みを一応していきたいと思います。またサイドがね、ずれてきたらちょっと持ち手もずれるから、鎖編み一つで立ち上がって、またね、半時計回りによっこいしょ言うてひっくり返します。はい。なら、よいしょ。はい。ここからまず根元からね、普通に頭2本。根元の普通に頭2本のところ。よいしょ。ここに細編み。普通の細編みが久しぶりすぎるね。次のところ。次の穴。頭2本のところに入れて細編み。次のところ。頭2本のところに入れる。これでね、とりあえず11回、このリングの手前まで細編みをする感じになります。ワンコがなんや吠えてるぞ。はい、じゃあここまで11回細編みね、リングの手前まで。兄はリングのところから持ち手にするので、ここからここまでですね。どっち側でしてもいいんやけどな。しっかりさせるためにリングのところも編んでから、リングのところまで行こうかな。はい。じゃあ、ここに持ち手をつけていくので、持ち手と持ち手の間は16目開く感じになります。ここの18目分を使ってね、18目分を使って、こことここから持ち手をつけるので、間16目残ります。はい、じゃあまずリング取って、リングのところに細編みをします。はい。で、ここ、今、細編みしたところ、ここにリング付け替えてください。ちょっと後でポキッと曲がるように考えて編みたいと思うので、ここに一応リングしといてください。で、ここから好きな数だけ鎖編み。ちょっとマダムがね、かけて抜くだけね、今勝手にやったけど、かけて抜くだけ、かけて抜くだけ、これですよ。で、マダムがちょっと長めがいいって言うとったので、ちょっとざーっとね、どれぐらいか鎖編みを続けてみます。はい。今、50回鎖編みしたんですけど、こんな感じでやったらしっかり腕も通るし、マダムがね、持ちやすいか、マダム仕様ですから、こんな感じにするけど、好きな分だけ、まっすぐがいい人はもうこのままね、まっすぐになるように、間16目あるから、16回細編みだけでもいいです。鎖編みね、16回だけでやったらまっすぐの穴が開きます。はい。そしたらまたリングのところね、これ、ねじくれてないようによう見てくださいよ。鎖の目がよじくれてないか見て。で、OK やなと思ったら、このままリングのところに針を入れます。よいしょ。で、針外して、ここにまず細編みを編む。はい。編んだら、今編んだとこの頭ね、ここにまたリングしときます。はい。じゃあ、また、これを同じことをやってきてください。ここから今から、22回細編みを編んだらこのリングのとこまで来ます。まあ、自分がリングしてる人はね、何目でもいいです。そこまで来て、で、またリングのとこで細編みをしたら、編んだところの上にね、リングを付け替える。で、こっち側と同じ目数だけ鎖編みをして、で、ここまでまたね、11回の細編みで戻ってきます。ちょっとわかると思うんやけど、わかりますね。いけますね。ほんなら、同じように持ち手を作って、ぐるーっと回ってきてください。はい、じゃあ、今ここまでね、できました。こっち側もこっち側も持ち手がついて、結構いい長さになってると思います。長さ測っとく？まあ、編んだ後でいいか。ね。今だったらこんな感じ。まあ、腕入るで、みたいな感じですね。はい。ほんなら、最後一つ残したとこまで10回細編みを編んできたので、最後またね、最後残りのあと一つ。この隣の子、頭2本に細編みをします。はい。
そしたらまた一緒ですね。このへの字の隣。ここの隣。ここですね。最初の足がある頭。ここです。ここに引き抜き、引き抜き。わからん人はね、ちゃんとリングしてくださいよ。上を押さえていく。はい。そしたら鎖編み一つで立ち上がって、またこうひっくり返しますね。よいしょ。で、今からとりあえずまた普通にね、頭2本にこうして細編みを編んでいくんですけど、とりあえずこのリングの手前、一目手前のところまで編みたいと思います。10回とりあえず、細編みします。今1回ね。はい。じゃあ最初からここまでね、10回ずっと細編みを編んできました。そしたら、このリングをしてるところね、リングをしているところの手前の一つが残ってますね。まずここと、このリングのとこは飛ばして、その次のこの鎖ちゃんで、2目一度押したいと思います。まず、この一つ目のここに針を入れて、糸をかけて出してくる。じゃあこのリングの子ね、リングがどこに入ったか分かってますかね。よいしょ。リングはこの子にかかってます。この子の次はこの子鎖編みなんですけど、ちょっと邪魔なんでリング取ります。よいしょ。ですか？ここがリングしてやった子。この隣のこの鎖の子。この子の、ちょっと裏山取っていくんややこしいんで、ここ取っていきます。この鎖の下の半分の子。わかりますかね？よいしょ。ここ。この鎖にね、裏山がいます。裏山と普通の半目は、ちょっと待って、見えにくいから説明がしにくいやないの。ここ、ほら。裏山と普通の子が上側にいて、下側には1本かかってるだけです。これは、この前に入ってる子やからね、この子。この子は下の1本に入ってます。こんな感じで、ここに入れたら、糸をかけて出してきます。じゃあ今、針に3本かかってますね。この状態で糸をかけて、3本の中を一気に通り抜けます。はい。これができたらまたここ。減らし目をしたここにリングを押しといてください。今のがね、細編みの減らし目になります。はい。で、それができたら次から、よいしょ。わかるかな？今ここに編みましたね。ここの次の子。この子の手前の半目だけ。糸が割れたぞ。ここ。上から見るね。こう刺してるでしょ？上から見たら、ほら、上の半目とここに裏山がいます。半目と裏山。下側は1本だけ。この状態にしていったらちょっと強いと思うので、ここからは普通に1つずつ細編みを編みます。よいしょ。ですか？この次もここの半目。よいしょ。よく見て、裏山との間に出してください。この辺だけちょっとね、慎重に編んでこなあかんかもしれへんけど、糸が割れたりするからね、この糸ね。よいしょ。できた。こんな感じで頑張って編んできてほしいんです。ここさえ乗り越えたら次から簡単やから。こんな感じ。ね。で、次またこうね、鎖がねじれんようにだけしてくださいよ。ねじれんように下の半目だけを取る。ここ。今うまいこと言ったかな、一発で。はい。ほんで、ここで細編み。ね。はい。これをずーっとまたこの端までやってきて、リングがある手前の子。こう編んできたらね、鎖がこう向いてくる。こう向いてきて、ねじれてないからここまで来るんですけど、このリングしてる1個手前、ここは置いといて、その手前までずーっとね、ここまで編んできてください。で、またリングのとこを飛ばして、このリングの1個手前とリングの次の子で減らし目をするので、ね、リングの1個手前の子、ここは編まずに、ここまでね、ずーっと頑張って編んできてください。はい、じゃあずーっとここまでね、このリングの次のところから今48回細編みを編んできました。で、このリングの1個手前のとこまで来たので、ここでまたリングの1個手前の子に針を、下1本のところにね、針を入れて、こう鎖向いてるからね、こう下1本、上2本でしょ？で、ここに入れて、リング外しますね。よいしょ。入れて、かけて出してきて、そしたら、この隣がリングの子やったので、この子は飛ばして、この次の子。次の頭2本にそのまま針を入れて、糸をかけて出してくる。
この状態で3本残ってるので、かけて3本の中を通り抜ける。はい、これでまたね、減らし目ができました。よいしょ。そしたら、ここからまたね、ずーっと同じです。反対側も一緒です。反対側のリングの1個手前。よいしょ。このリングの1個手前のところまで来たら、こことリングの次の子。ここの鎖見えてますね。この鎖の子で、鎖またね、同じところ取りますよ。下半分だけを取ります。上と裏山は上に、針の上に残った状態。で、減らし目をして、またそこから48回、ね、細編みをして、で、このリングを飛ばしたところの両脇で減らし目をして、これでまた細編みをしながら元へ戻ってくるということです。ね、ここの段だけちょっとね、拾うところが大変かもやけど、ここだけやったらもうあと簡単なんで、頑張って回ってきてください。はい。じゃあまた、これね、持ち手反対側もできてきたので、ここまで回ってきて、最後一目残してます。ここね、頭2本。はい。それができたら、このね、ここの、お山の隣、ここですね。ここが最初の頭です。ここに引き抜き、引き抜き、グーね。はい。じゃあ次、もう一段いきますよ。鎖編み一つで立ち上がって、はい、またひっくり返して、ここはね、ずーっと細編みをやっていって、このリングのところ、の1個手前とリングの後の子で減らし目をするので、リングのこの1個手前の目を残したところまでさーっとね、細編みをいきます。一目に1つずつね、普通に頭2本を取りながら、もうね、頭2本全然取りやすくできてるから、よいしょ。で、こんな感じでずっと細編みをしてきてください。はい。じゃあ、リングのところ、ここリングのとこの1個手前を残したとこまで来ました。1個手前のとこに入れて、糸かけて出してきたらリングを取ります。で、今リングしてたのが、ここやから、この次の子ね、次の子の頭2本に針を入れます。で、かけて出してきて、かけて3本の中を一気に通り抜けます。で、まだ高さを出していきたい人は同じことを繰り返すので、またリングつけといてください。なら、こっからまたね、ずーっと一緒です。頭2本を取りながら、ずーっと細編みをしていって、で、またここね、やることは一緒です。リングの手前の一つと、リングを飛び越えたここね。ここで減らし目をします。で、また細編みをずーっと切ってっていうのの繰り返しです。あら、ここリング取れと。はい。じゃあ、ちゃんとね、リングもつけてきたので、頑張って一周回ってきます。はい。じゃあ、またね、内側を見ながら回ってきました。はで、さっき取れたリングないから、どこ探してもないな、思ったらね、バッグの中に入ってました。はい。ほんなら、ここね、最後の一つに細編みをして、で、もうこの次の段で終わろうと思います。ここが曲げたとこで、ここね、一つ目の頭に引き抜いて、引き締める。で、鎖一つで立ち上がって、また回すね。そしたらここで、今から表面を見ながら同じことをしていく。で、それが回ってきて戻ってきたらちょうど表向いてるのでね、そのまま表を見ながら引き抜き編みをあと一段したいなと思います。で、伸び防止のために内側も後で引き抜き編みをするので、この段ね、このバッグの持ち手で鎖編みをした後に細編みを今2段切って、今から3段目、細編みの3段目を編むところです。それができたら、また引き抜き編みをするので、同じことまたね、表見ながら1段編んできてください。はい。じゃあ、細編みを持ち手で3段しながらずっと回ってきて、最後ここ1つあるから最後ここ細編みをしたら、今からね、1段引き抜き編みをしていきます。まず最初のところに引き抜くのは一緒です。引き抜き。この時も引き締める。はい。そしたら、まずね、今引き抜いた最初の目ありますね。この目の次の子に針を入れて、糸かけて出してきて、引き抜き編みをします。この時に、ここ、戻ってきてわからんくなる人は、ここにリングしといてください。ここ。ね。で、ガチガチの引き抜きはなくて、しっかり針入れて出してきたら、こう引き抜く。ですか？今引き抜いたのがここですね。この裏の糸が出てきてる目を引き抜いたってことになります。なら次の目、頭2本に入れて、かけて引き抜いて、針の中も引き抜く。はい。じゃあ今こっから糸出てるから次の目はここやなっていうのがわかります。引
き抜き、引き抜き。ね、これをずーっとしていきます。ここでね、引き抜き編みがっちり引っ張ったりしませんよ。入れてかけて出してきたやつをこの中を抜く。ね。で、針先だけでせずに、針のここの辺までこう糸が来て、ゆとりがある状態やったらちょうどいいぐらいの鎖になってます。こんな感じ。うん。で、これをね、ずーっと一目に一つずつやっていきます。ですか？これにすることによって伸び防止と、しっかりするので、これを頑張って一周ぐるーっとね、もう一筆書きみたいにこの、よいしょ、この上ずーっと来て、ずーっと来てって言って向こう側も来て、ここまで戻ってくるって感じです。この戻ってくる手前ぐらいでまたやります。はい、じゃあずーっと引き抜いてきて、この鎖の目がね、いい感じに出てます。で、今ここを引き抜いて、あとこことここ2目残ってます。このリングつけてるとこの手前、ここのちっちゃいのは引き抜いてぐーっと引き締めた目やから、その前のところ、あと2つね、ここを引き抜いていきます。引き抜き、もう1つ、最後ね、ここ引き抜いて、で、ここまでの間をチェーンつなぎします。だからまあ、ある程度で、糸始末できる分とで切っちゃいます。はい。よいしょ。そしたらね、今度は、縫い針に通していきます。かぎ針はね、このまま引っかかってるやつをこうやって糸を抜いてください。はい。そしたらこれを、閉じ針の方にね、つけていきます。そしたら、今ね、ここからこう出てきてるやつを、ここ、リングしてたこの最初の子、ここにこう下から入れて、よいしょ。これね、こう入れて、ここから出てきたら、この出てきてるここから出てきてるので、ここに戻ります。このね、ここの鎖目の真ん中に入れて、裏側は結構しっかりめにね、たくさん取ってください。ここぐらいまで取れるかな。この線2本ぐらいの下、この辺かな。しっかり取れるとこね、取ってぐっと裏に引き出す。で、この時に他の子と鎖の目の大きさが揃うように、よいしょ、引き締めて、こうやって。これでね、見た目わからなくなりました。リング取りますよ。ほれ、ほれほれ。ね、どこやわからんくなりました。ね、そしたらこれで裏側で糸始末してください。糸始末はね、どこでもいいから、よいしょ。こういう足の間とかをね、ちょっと通ってあげて、で、ちょっとこれ、入れる針が太すぎた。ね、こういうところとかを通ってあげて、よいしょ。ね、ほいで、よいしょ。こうね、次下の段に降りてまた戻ったりとか、ジグザグした方がね、ちょっと強くなるので、こういう見にくいところをこうやって戻ってね。ほいで、糸始末を最後までね、これしてあげてください。はい。で、しっかり糸始末できたら根元でチャッピン。よし。そしたらもうちょっとですよ。よいしょ。これもね、わざとこうなってるんですよ。持つときって、ここがこういう角度でぺったんこになってないと持ちにくい。これがまっすぐやったら持ちにくいでしょ？そやからこうちょっと内側にカーブ、こう倒れるようにして2枚重ねてもこう持ちやすい形になってます。いい感じです。ほい。ね。いい感じにツートン、しかもかわいい。ね。ほんなら次ですね。次はこの内側の部分。ここを、引き抜き編みをしていきます。まずね、こっち側、表の方から引き抜いていきたいと思います。この鎖が表に見えてるからね、こっち側も同じように、こっちでやっていきたいと思います。なら、まずね、どこでもいいから、もう角ら辺の目立ちにくそうなところに針を入れて、はい、そしたら新しい糸を持ってきて、まずね、糸端、挟んどきます。これ糸端ね。で、糸をかけて出してきます。お、割れた。よいしょ。出してきたら、ここで鎖編みを一つします。はい。これができたら次。よいしょ。この次のところ。次の目に、今ここから出てるから次の目に入れて、引き抜いて、引き抜いて。これが一つ目になるので、また戻ってきてわからない人は、ここにリングをしときます。よいしょ。これができたらね、またこれもずーっと一周、内径をね、内径、よいしょ。この内側。ここをぐるーっとこう引き抜き編みをしてきます。またこの辺近辺になったらやるので、そこまで頑張って引き抜いてきてください。
一目に一つずつ、角もね、全然気にせずに、あ、そうか。ちょっとこの辺までいったらまたやります。ちょっとここまで一旦ね、さーっとやって、続きやっていきますね。はい、じゃあこの辺まで来たんですけど、あとここ。で、次に大きい穴があるんですけど、こことここはね、この大きい細編みの頭、ちっちゃい細編みの頭なので、ここまではね、しっかり目がわかると思います。ここと次の子。で次はね、どこ行くんやって言ったら、よいしょ。このね、どこまであるかな。目がね、ちょっと待って。このね、一本だけ点ってありますね。この点を拾っていく、一番端っこ。ここに、ストップがいます。ストップまでの間に2回引き抜き編みをしたい。だから、ここの穴と次点々の下ぐらい行きます。まずここの穴ね、すぐにある穴に引き抜きますね。よいしょ。引き抜いて、次はこの点の右下ぐらい。よいしょ。ここ点ってこういますね。この一番端っこのところでいいです。ここに引き抜き編みをします。それができたら、このストップの上のこの1本だけ残ってるところ。持ち手のね、鎖編みを拾った、残してた1本の子です。この子に、よいしょ。針を入れます。で、ここをね、ずーっと引き抜いていきます。かけて抜いて。で、次、この1本だけ残ってるところね。この引き抜きもちょっと大変かな。しっかり目を拾って。ね。で、引き抜き。この点があるから分かりますね。端にこう一目ずつずーっとありますね。これをずーっとここまで拾ってきて、で、またここの辺でやるので、頑張ってね、ずーっと拾ってきてください。ずーっとこっからずーっと引き抜いていけるけど、これ一番最初ね、ここの角につけましたね。ここにつけて鎖一つで立ち上がってこう引き抜いてきました。で、今ね、まあ大体なとこまで来てるけど、こっち側は向こうの反対ほどまたちょっと、取らなあかんとこが多いわけじゃないので、ちょっと待ってよ。この線がある限りね、引き抜いていきますよ、まず。よいしょ。ここもあるね。で、次、ここもあるね。ここにこれ足が入ってるこの線があるから、ここに入れる。よっ。引き抜く。で、次ね、ここよく見たら、この線のひら、ここ足があって、ここ入ってるね。ここにもやっぱり引き抜き編みです。この線。はい。で、次は、ここはね、もう足入ってないんです。ここが足になります。だから、ここに一つ引き抜いて、鎖を一つ、向こう側はここまでの間に二つ引き抜いたので、まずここは、終わりのとこの隣のこの大きい線のとこね。ここに引き抜いて、まあ大体でもいいんですよ。全然とこ引き抜いてもらって何してもらってもいいです。ほいで、ここでまた糸切っちゃいます。で、さっきと同じチェーンつなぎなので、針を外す。よいしょ。で、またこの太い針に通しよんがな。もう通すわ、このままね。よいしょ。はい。なら、ここ、さっきと同じでチェーンつなぎをします。最初のとこに入れたら、よいしょ、こっち側のね、これ今、よいしょ。この子が出てきてるのがこの目なので、この目に戻って、裏側もね、ここしっかり取ってあげて。で、ここで他の子と大きさを揃えます。よいしょ。はい、これで OK です。よいしょ。もう一回リングいらんね。よいしょ。さあ、どこでチェーンつなぎしたかもう分からへんもんね。これ、やっぱりこれを入れることによって、内側も、まあ、こうなるんやけど、内側も外側も入れることによって、ちょっとしっかりするし、おしゃれが増します。おしゃれが増したかな？見てみよう。反対は、まだ何もしてない。ほら、のっぺろぼんのすけやちょっとね。この辺もほら、のっぺろぼんのすけの、こんなんやけど、反対側やったら、ここもほら、引き抜いてるから可愛いね。両側引き抜いたら。ということで、あっち側糸始末したらこっち側も同じように、またこの角の辺でね、糸つけてぐるっと回ってきてください。どこでつけてもらってもいいんですよ。ほんで、どこ拾ってもらってもいいです。好きな感じでね、引き抜いてきて、最後はチェーンつなぎで終わります。さあ、もうちょっと頑張って反対側もやってきます。そうそう、糸始末します言うて裏見て思い出した。この最初の糸ね、これ一番最初につけたところの糸です。これも糸始末しといてくださいね。
はい、じゃあ次こそは反対側も仕上げていきます。はい、じゃあ完成しました。自分で言うのもなんやけどめっちゃ可愛いやんと思って。この辺なんか革タグとかつけたっても可愛いしね。それか、ちょっと革のほら、ちょっと、薄っぺらいやつをここに巻いて、塗ってあげたりとかしてもね、折っても可愛いし。なんかちょっとアレンジしたらもうちょっとまたね、違う雰囲気になると思います。これはね、もう簡単やからもう初心者さんでもできるやろうと思いながら、模様もこんな感じです。この色味具合が可愛いよね。うんうん。自画自賛。で、サイズだけね、いつも測り忘れるから、今日はちゃんと測って終わろうと思います。はい。じゃあ、まずは横幅からいこうかな。はい。横幅は、途中で測ったのと変わらず24センチですね。24センチ。で、高さ。まず高さね、持ち手がないところまで。サイドで測ろうか。ここか。ここまでが、23センチ。で、持ち手を含めて高さは、持ち手ここか。で、こうか。30センチほどですね。30センチほどのバッグになってます。この内側はここよりもうちょっと低いから、ここもちょっと普段測らんくせして測るとあちこち測ってね。はいはい。ほんなら、よいしょ。22センチですね。22センチになってます。ちょっとあんまり測れへんから、測り方はこんな感じでよろしおますねやろか。はい。ならね、もう持ち手もめっちゃ可愛い。こうやってほら持てるし。ね。何せこのめっちゃ簡単なんでよかったら作ってください。そこもめっちゃしっかりしてます。で、ここがそことね、こうまっすぐ、なんていうの、マルシェバッグみたいにこう広がってほしくないって言っとったので、ちょうど縦長のいい感じに仕上がったと思います。はい。よかったらまたね、編んでみてください。そしたら今日も長い間ご視聴ありがとうございました。